ここは都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。今週も屋根裏部屋からお届け。今年の目標とかってみんなどれぐらい達成できました？ザンギエフでウルトラブロンズまで上がれたっていうのが頑張ったなっていう出来事です。強いて言う割には具体的だね。ちゃんとしてる。いや頑張ってたもんね。マスターは目標って立ててないんですけど、一応体重は結構増やせたのは筋トレってこと？思ってます。はい。ジュン君どうですか？ハメジュンでいろんなプロゲーマーの方と戦うじゃないですか。で今までコテンパンだったんですけど、今年なんか微妙に勝った記憶が。確かに後半ねすごかった。そう精神的にもこうね、ゲーム的にも成長したんだなっていうのは、目標達成できてんのかなと。いらっしゃい。いらっしゃいませ。クラブルの強豪プレイヤーが12344人もご来店。お願いします。お願いします。今夜の格ゲー喫茶ハメジュンは2020年の格ゲーシーンを大いに盛り上げたグランブルーファンタジー VS を大特集。そして本日は豪華4人のお客様にご来店していただきました。まずはガメラ選手。鉄壁のガードと手堅い立ち回りで数々の勝利を積み上げてきた強豪プレイヤーです。続いては今回が初登場となる久保選手。攻撃的なプレースタイルを武器にさまざまなタイトルで活躍するトッププレイヤーです。 KOF シリーズやサムライスピリッツなど多くのタイトルで活躍を続けるスコア選手。豪快な攻撃で見せるプレースタイルです。ギルティギアシリーズのトッププレイヤーとしても知られるモッチー選手。圧倒的な反応速度と高い技術を兼ね備えた実力者です。まずはなんですけども、それぞれお互いのその印象ですねを皆さんに伺ってみたいなと。そうですよね。久保選手がね今回初ご来店ということでね。久保さんってどんな方なんでしょう？久保さん初めて知ったきっかけっていうのがやっぱり闘撃2005ギルティギアの青色ですね。おお。9人抜きだ9人抜き。そうですそうですそうです。もうその頃からもう攻めのプラッシャーがもう半端なくて、グラブルの対戦とか見てても相変わらずすごいなとか思いながら見てますね。ゲームは強いのはしてたんですけど、喋った時にこんな温厚な人がギルティのスレイヤーであんなすごい激しい攻めをするんやみたいな印象ですごいギャップを感じてた覚えがありますね。なるほど。はい。じゃあガメラ選手ってどんな方なんでしょう？対戦会が終わって、みんな帰るぞみたいな感じになって、ガメラさんが急にいきなり何も言わずに座り始めてガメラさんっぽいぞ。お互いそこから特に話もそこまでせず、終わった後2時間ぐらい2人だけ残ってずっと対戦してて。どんだけストイックというか熱量すごいの？そうですね。だからちょっとそのストイックさは見習っていかないとなっていうふうに。ガメラさんも一言ぐらいもうちょっとやろうよって言えばいいのに。ジェスチャーはしました。ジェスチャーしました。なんだこれ。ストイックと書いてガメラと呼ぶみたいな。ゲームに関してはそうなんですけど、優しいですよね。対戦会とかで一人だけでいてる人がいたら、あの人俺対戦行ってくるわみたいなボソッと言って一人で行ったりとか。僕の実は妻も大会で僕の勝ちよりもスコアさんの勝ちを願うぐらいはい、ちなみに奥様はスコアさんのどういうところが好きだみたいなこと言って、笑いながらゲームしてるのがとにかくいい。いや、あなたも笑いながらゲームしなきゃダメってことですよこれは。そのはずだと思うんですけどね。そうですよね。タイプが違うんで、いいとこもあるし、こっちから見ると悪いとこもいっぱいあるんですけどあんまり聞かれて悪いとこ言う人いないからさすがガメラさんね。人柄的には好きな方です。そうなんだ。もうその昔、ギルティギアってゲームやってて、スラッシュというゲームで、なんかやったらめちゃくちゃ若くてイケイケのブリジット使いがいるぞ。もうその時のプレイ見てから、なんかこの人ちょっと違くねっていうのを実は見てて、今15年ぐらい後になりますかね、このとんでもないでっかい大会2連覇するっていう男になってたっていう、もうすごいことですよね。いっぱい対戦してくれる。いや、あなたから言ったんだよ。あなたから言ったんだよ。いっぱい対戦してくれる。ネットの対戦でもずっとちゃんと対戦してくれるし、強いし、次はちゃんと蹴落としたいと思います。このタイミングいいな。すごい評価が高いってことが分かりましたね。分かった。いい関係性ですね。10月から11月にかけて開催されたシーズン2開幕後の大型大会となる
レイジーグランブルーファンタジー VS2020 ウィンター。多くのプレイヤーが参加した予選から激しい戦いが繰り広げられました。早出しかなり多めですかね。そうですね。体育垂直ジャンプに合わせていました。グランドファイナルは前回覇者モッチー選手とスコア選手の戦いに。ギアが上がってそのまま攻めに2対2までもつれ込みますが、無敗の皇帝モッチー選手が接戦を制し大会2連覇の偉業を果たしました。大会の最終順位はこちら。ガメラ選手は13位タイ、久保選手は7位タイという結果に。モッチー選手優勝おめでとうございます。おめでとう。いやすごい2連覇、率直にこう大会を振り返っていかがでしたか？今回はちょっと、前回と違ってちょっと不甲斐ないなっていう結果にはなったんですけど、正直言うと勝てるかなとは思ってたんですが、予想以上に相手の方が上手くて、本当に嫌なところでこう飛びとかがやられてたんで、ちょっとそこがそうですね。普通の大会と違ってそのファイナルまで出ると1ヶ月ぐらいぶっ続けてやる大会だったんですよ。でそういう形式の大会やったのって実は僕初めてで、その期間中の自分のレベルアップの凄さ、多分今までやってた発売してからの倍ぐらいの強さになったんじゃないかなぐらいの、人間本気でやったらこんなに強くなるんだなってちょっとビビりましたね。僕予選から協力してもらったプレイヤーが20人ぐらいいまして、それも日本だけじゃなくて台湾とか韓国とか国外も通じて今まで知り合ったいろんな仲間が手伝ってくれて、そのおかげで今回準優勝まで行くことができまして、練習時間1日17時間とかやって最後気分悪くなるまでやり続けるみたいなんとか、だからその最後の大会とかも、いつ負けてもこれで負けたら仕方ないわっていう勢いで臨めましたね。かっこいい。今回正直優勝できたっていうのも正直かなり運も良かったかなっていうことが言えるぐらい危なかった試合が何試合もあったので、正直その優勝した瞬間とかも優勝した気にならなかったぐらい、もう本当ギリギリな試合ばっかりで。じゃあ一番その印象に残ってる試合ってあります？やっぱり決勝戦のスコア3戦ですよね。当日3回試合があって、動きがあんま自分の中で良くないなっていうふうに思ってて、かなりミスも多くて、実際にスコアさんと対戦する前にちょっと会話する機会があったんですけど、ここまで来たんでお互い楽しみましょうみたいな感じの、ちょっと話をしたんですよ。その話をしたのがきっかけか分かんないんですけど、かなりその緊張感も一番決勝戦でなくて、かなりその自分の力を最大限発揮できたっていうところで、決勝戦がやっぱり、一番自分の中では印象に残ってるっていう。プライベートなお話もちょっと聞いていきたいんですけど、最近の自分的なビッグニュースをちょっと教えていただきたいなと。これもつい最近なんですけど、レイジ優勝した後に、父親から連絡が来て、グラブルバーサス買ったらしくて。あら、お父様もバーチャ勢っていうかゲームやってたっていう。アケコンも買ったらしくて、でどのキャラ使った方がいいっていうふうに。お父さんにどのキャラ使った方がいいって聞かれでもうベリアル一択だよって言って、そしたらなんかベリアル使えねえよみたいに言われて、難しいことね。ベリアルって課金キャラなんでいないそういうやり取りが、ちょっとあったのが、個人的には以前ここにも出たタヒチっていうレイジのルーザーズのなんだっけセミファイナルか、あそこで負けた日に、泊まりに行って配信向こうが勝手にしてたんで、勝手にマイク入れられてたからちょっとは喋ったんですけど、なんか見てる人が、お疲れ様みたいな感じでなりますよね。自分にスーパーチャット投げ銭してくれたんですけど、合計でなんか6000円ぐらい入ってて、全部あいつの配信なんで、あいつの金にしかなってなくて、ちょっと待てちょっと待て次の日に飯食いに行ったんですけど、おごってくれると思ってたんですけど、何もなかったっていうのがちょっと自分の中での、結構大きなことでしたね。ビッグニュースだ。ちょっと優勝者出ちゃったなといやこれ面白いし、4人もいるとやっぱいいわ。やっぱじゃあちょっと皆さんのプレー改めて見させていただきたいんですけど、お願いしてもいいですか？お願いします。
ハメ順。第4回ハメ順カップ。4人によるトーナメント第4回ハメ順カップ。気になる組み合わせですが、じゃあ4人でじゃんけんしていただいて、勝者が自分の対戦相手を指名できる。これ変わってるね。いや大事だからね。もう最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ。対戦相手どうしますか。じゃあスコアさんはいお願いします。ということで組み合わせはこちら。敗者復活なしの1試合選手制。優勝者には記念トロフィーや番組出演権が贈られます。まず第1試合は指名を受けたスコア選手と久保選手の対戦です。とりあえず勝って妻に俺の方が強いんだよってことを教えてやろうと思います。選んだの。なるほど。なるほどな。まあ0時でできなかった組み合わせなので、まあ楽しんでやらせてもらおうと思います。はい、それでは準備をして始めてください。こちらのみがスタートしました。まずはお互いに飛び道具を打ち合う牽制合戦。ブレードインパルスを止めたのは久保。まずは一つ投げてカイルスはかなりついてきた。ここはフルブレンツ、いやむしろノトリア無敵技で返していくのは久保。そして画面足へと押し込んでいきます。グランブルーファンタジーバーサスは画面足のコンボが非常に強力。いいプラスアスモデュースから一瞬で決めていきました。早い。開始10秒で体力半分ぐらいなくなってたんで早いですね展開。まずは1ラウンド目久保が圧倒しました。攻めに展開して久保。開幕直後の展開やってますね。短距離を離して、そうこのランスロットはこの画面足を使った三角跳びが非常に強力です。これを生かして位置を入れ替えつつコンボにつないでいく。追い詰められてもそんな不利じゃないです。攻めを展開していくのはスコアですが、ここで無敵技ノトリアプラス位置を入れ替える。こちらスコアも無敵技のフルプレンツから踏み込んでいきます。画面足投げを誘ってジャンプ。扇が止まっているワイスフリューゲル、見事取り返していきます。1-1。ハメ順カップは1試合選手なんで、もう最後のラウンド燃える展開ですね。これをどう取っていくか。飛び道具を放っていくのは久保ですが、それを下からスライディングでくぐっていく。位置を入れ替えてスコアの攻めが展開される。画面端ブレードインパルスから暴言ショロンプラス下段崩した。扇が溜まっております。ただ補正的にどうだ。バイスフルゲル残りました。ここから逆転あるか。久保耐えられるか。いや投げは抜ける。しかし耐えるか。もう削りがない。どうする。屈曲から攻め込んでいきます。さらに屈曲ガード上から中段これもガードしている。最後はサダンクロスでの削り。勝者スコア選手おめでとうございます。なんかたまたま噛み合ったような内容なんで、久保さんとはまたがっつり対戦したいですね。最後のラウンドちょっとやってはいけない前提でそのままやられちゃったっていう印象がありますね。ありがとうございました。はい。第4回ハメ順カップ第2試合はガメラ選手とモッチー選手の対戦です。0時の決勝の再来ということで、はい、ちょっとまた勝てればいいかなと思ってます。はい、そろそろ、みんな、負けてるとこも見たいと思うんで、今日は、落としたいと思います。はい、頑張ってください。いいですね。この組み合わせ、このフェリーは非常にリーチの長い、道を伸ばして戦ってくるキャラクター。で今回このドレーンドリルキックですね。これ非常に強力で、これを使った、攻めが持ち味。対するカタリナ、これは非常にスタンダードなキャラクター。リーチが長く飛び道具いわゆる上昇系必殺技を持っていると。遠距離でじっくりとした戦いになっています。ドレーンから攻め込んでいく。投げを一つ、まずはモッチーが体力リード。そしてこのジジを設置した後の攻めが非常に強力です。画面足に押し込んできました。アメさん硬いですね。様子を放っていきますが、おっとカウンターヒットからジジを設置して、さあどっち。下段、さらにヒンリヒテン、いわゆる現兵人的な強化技を使って攻め込んでいきます。下段崩して
モッチー圧倒。足は火力伸びますね。ほとんど体力奪われることなくモッチーが勝利を果たしました。一度報いることができるか。ダウンを奪って攻め込んでいくのはまずはモッチー。フリルからやはり中距離はヘリの間合いと言えるでしょう。内側に入って攻め込んでいくのはガメラ。チャンスをつかんだが画面足で押し込んでいく。しかしモッチーガードでしっかりと守りきる。ドレーンで押し返していきます。さらにドレーンしゃがみとつながるぞ。ダウンを奪ってギジを設置。どんだけいる？足払いからフェアギフテン、さらにコンボがつながる。ガメラ追い詰められました。もう体力が残り少ない。ガード上からガード、さらにドレーン投げを匂わせる攻めですがガメラ硬い。ただどっかでダメージを返していかなくてはいけません。飛び道具足中距離はやはりフェリー道を伸ばしてガメラ体力、おっとジャンプで逃げるか。ガメラどうする、崩せるか。残り30秒。ドレーンで逃げていきます。反対側に行く。切り返した。時間が減ってきています。ドレーン下がミット勝者モッチー、おめでとうございます。息が詰まる戦い。今回勝てたんですけど、またジータともカタリアだとも、両方対戦これからもできればいいかなと思ってます。次こそは、勝てるように頑張ります。決勝戦はスコア選手とモッチー選手、因縁の対決となりました。レイジ2020ウィンターの決勝の再来、ここで来たか。レイジの決勝だと僕は好きな BGM だったんですけど、今回はスコアさんの好きなフェリーの BGM というところでじゃんけんが事前にやったんだね。裏で行われてしまいましたね。勝てるように頑張りたいと思います。頑張ってください。BGM のじゃんけん勝てたんで、もう僕は満足ですけども、第4をできれば頑張りたいと思います。はい、頑張ってください。まず踏み込んでいくのはスコア。一気に接近戦に持ち込んで投げを一つ雨足まで連れてきました。ここも投げ、ガードでしのぐのはモッチ。ここも投げ、おっとここでブレードインパルスを重ねたところをレフトで迎え撃ちました。接近戦カウンターヒットしているサザンクロスから攻めに転じるスコア。ジャンプで入れ替えるが禁止対空。おっとここで中段からベッポ、そしてドレーンでの攻め込み、しかし割り込むスコア。タイル差かなりついたぞ。無敵技迎え撃てベッポ、そして位置を設置する。奥義が使える状況ですからお互いにダメージは上がっています。打撃、あとは削るだけのスコア。サザンクロス連続ガードにしないようにして体力を削っていきました。これでスコア優勝へリーチ。やはりこのドレーンが一つキーになるか。ここは1ヒットあったのでしっかり技を出して返していきます。スコアカウンターヒットしている。スコアのチャンス、ダメ出し、打撃、これは痛い。サザンクロスから暴言勝負、攻めが転じ、いや投げが遠いぞ。ゲージもあります。奥義どこまで行く。バイスフリューゲルどうなる。残ったが絶望的な差、相打ち OK 優勝スコア。おめでとうございます。すげえ。見事勝利を果たしたスコア選手、いかがだったでしょうか。レイジの結果を踏まえて1勝1敗なんで、次の大会でまた当たるのを楽しみにしています。はい、ありがとうございます。まだまだこれからも対戦あると思うので、また次は勝てるように頑張りたいと思います。ということで、第4回ハメジュンカップ優勝はスコア選手でした。おめでとうございます。これ飾られるからここに並ぶから。優勝したスコア選手には記念トロフィーと番組出演権が贈られ、後日店内にお写真も飾らせていただきます。おめでとうございます。初級者いつかが格ゲーに挑戦。格ゲーレッスン。
はい、今週の格ゲーレッスンのコーナーではフード先生に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい。今週はフード先生にいつかの悩みを聞いていただきます。ずっとなんですけど、悩みがあって、めちゃめちゃ速い相手とか、なんかすっごいずっと攻めてくるキャラとかにすごい弱くて、どう対処したらいいのかなっていうのが。なるほど。こう素早いキャラが寄ってくるじゃないですか。はい。ずっと寄ってくるんですよ、あいつらは。じゃあどうやって寄らなくするかって言ったら、痛いのを当てる。まあしゃがみコパン連打してもらってていいですか。はい。こう何回言っても全然安いんですよ。こっちからするとそれでいいんですかみたいになっちゃうんですよ。ただ前大パンとかをやってもらっていいですか。前大パンとかそう連打してもらってください。多分こういうの食らうと痛かったりするんですよね。で前大パン立ち弱系ダブルラリアットっていうコンボとかあったりするじゃないですか。あ、ちょっと待ってください。多分なんかそうでこういうの当たった時にコンボができると痛いってなる。なのでこう立ち回りでこう当たると相手が嫌な技を置くっていうのはすごい対策になります。あとなんかこれは書いた方がいいなっていうのはやっぱ置き攻め。格闘ゲームの最大のチャンスって自分が攻めてる時なんですよね。ザンギエフだったらスクリュー当てた後とかがもうザンギの最高の状態なんですよね。はい。けどいつかじゃあその時に逆に相手にダメージもらったりとかしてるのがあるんですごいもったいないんですよ。EX スクリューの後にもう一回スクリュー重ねるのやってもらっていいですか。はいはい。それがねなんか全然見ないなっていうこう印象で。そう先行入力の問題で多分できてないんですよね。そっちでできるんだったらね。これはめちゃくちゃ明確な伸びしろっす。じゃあ、できるっていう前提で、スクリューをバックステで避けるとかジャンプで避けるとかあるじゃないですか。あれに対してザンギさんが教えてもらった大キック打つのが強いんですよ。からのしかもクラカンするんですよ。良いですねこれ。で EX ボルシチが入るんですよ。入りましたね。で EX ボルシチの後も次はまたスクリューと大キックのどっちかが当たる。それでやっぱ単価を伸ばすとすごい強くなると思うんで、なんか置き攻めと、さっき言ったこうヘッドとか打って、なんかそうダメージアップを図ってほしいなと思います。わかりました。ちょっと頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。コンボの火力アップ、置き攻めを駆使して自分のペースに持ち込め。頑張れリツセット。はい、本日も閉店の時間となりました。いつかちゃんいかがだったでしょうか。今後コラボ配信あった時はスーパーチャットにちょっと気をつけようと思います。そこね。はい、ありがとうございます。いろんなゲームでまた個人でもお話聞きたいなと思いました。いろいろ話せて楽しかったんでよかったです。自分この番組毎回見てるんですけど、ありがとうございます。はい、本当に光栄です。ありがとうございます。何回こういった機会があっても毎回ちょっと緊張してしまう。次があればもうちょっとその緊張しないように頑張りたいと思います。今年一番最後にいい思い出ができました。ゲーム内容もいい動きができて、はい、とても楽しい思いをさせてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。今夜のゲストはガメラ選手、久保選手、スコア選手、モッチー選手の4名でした。ありがとうございました。来週はカプコンカップ2020出場を決めた梅原選手、ガチくん選手がご来店。お楽しみに。